今日は1週間の生活をお見せします。東京の一人暮らしの男の生活です。もやしを茹でてます。で、ここに鶏の出汁と魚のソース。ささみはこんな感じ。うどんで食べます。緑ないと全然美味しそうに見えないですね。残念。よくわかりませんね。ベトナムのフォーみたいな、うどんでフォーみたいな。本物のフォーが食べたくなりました。今日は横浜の方に行きます。自転車が気持ちのいい天気になってきましたね。今日はカメラのパーツを買いに行きたいんです。港の匂いがするな。横浜は東京の隣にある大きな町です。横浜駅には地下の町が広がっています。このお店もその地下街にあるカフェです。熱々の紅茶を飲みますよ。実はカメラのパーツをもう買ってきました。家に帰らずに開けちゃいます。子供の頃からすぐ開けてしまうんですよね。すぐに使いたい。待てない人間です。買ったパーツはマイクです。この動画で後で使ってみましょう。夜ご飯を食べに来ました。日吉という駅です。学生が多い町なので安いお店もたくさんあります。安くて美味しいお店がたくさんあります。今日はリベンジ、本物のフォーを食べます。朝食べた意味のわからないうどんフォーをね、忘れるために熱々のフォーが来ました。柔らかい鶏肉と香りのあるパクチー、美味しかった。さあ次の日、今日はカメラを試しています。街を歩いています。ちょっとカフェに寄りましょう。ここはコーヒー館というチェーン店です。 Wi-Fi もあるし電源もあるし便利なお店です。よくここで仕事をしている人がいます。30代以降が多いイメージかな。30代、40代、50代、60代、70代とそんな人が多いイメージです。そして公園にやってきました。ここは目黒区ですがかなり大きな公園です。これだけ大きな公園はなかなかないですよ。目黒区のみんなが散歩したりスポーツをする場所です。目黒区にはたくさんの家がありますが昔は、農村だったんです。畑が広がって竹が広がる、のどかな場所でした。今東京はどんどん人が増えて休みの日にはどこに行っても人がたくさんです。この日は仕事をした後に音楽を演奏したくなってきました。やってきました。自由が丘にあるバークラプトン。この細長い階段を上るとここにはガールズバーがあります。僕はここには用はありません。ギターを弾きたいんです。どうも。早速マスターと一緒に歌い始めました。はい、昨日はたくさん演奏してリフレッシュできました。今日もヨドバシカメラにやってきます。また新しいカメラの部品を買ってしまいましたよ。小さいカメラを置いて自分を撮っています。まるで撮られていないかのように歩いてカメラを回収しました。また別のカフェに行ってみましょう。今回はカフェベローチェです。ここには
おすすめメニューがあります。みんな知ってるかな？コーヒーゼリーです。コーヒーゼリーにアイスクリームが乗った贅沢な一品です。コーヒーゼリーの苦味とソフトクリームの甘さが口の中で合わさる。おいしい。ではこの間買ったマイクを試してみます。こんばんは、OK ジャパニーズです。今日は日本の街を夜の散歩しましょう。ここは神奈川県横浜です。夜の9時です。今日は週末、日曜日、お休みで居酒屋に行く人も多いです。まだまだお店は開いています。ここには蕎麦屋があります。これはゆで太郎という蕎麦屋です。安くておすすめですよ。まだずっと開いてるんですね。かなりやってるお店がたくさんあります。ちまき食べようかな。ちまき美味しいですよね。あるかな。まだやってます？大丈夫です。何ですか？ちまきあります？あります。はい。じゃあ1個今作ってくれています。ここで食べれるみたいだぞ。こうやって食べ物を待つ時間もいいですね。いちごの飴もあるんだな。食べたいとは思わないけどね。子供は楽しいかも。暑いぞ。おカフェ行ってちまき食べて、カフェ行って食べたり飲んだりばっかりしていますね。それが生きるということでしょうか。この日はまた違う町にやってきましたよ。大井町という東京の町です。最近ね、大きな映画館ができたということで、今日も一人でやってきました。ビーバーの映画です。子供向けの映画らしいんですけど、大人も楽しいよ、そういう話を聞いたのでね、見てみました。なかなか良かったですよ。人間と動物とどうやって一緒に生きていくのか、環境問題についての話でした。また違う駅、奥沢というところに来ました。これはかなりマイナーな駅なんじゃないですか。自由が丘は知っている人がいるかもしれません。その隣の駅です。僕は車を借りて時々ポッドキャストを撮っています。そして次の日、今まっすぐ見ながら歩くという動画を撮ってみました。綺麗なお寺にやってきましたよ。ここは目黒区にある円融寺。昔からここにあるお寺です。とてもね、静かでほとんど人はいません。地元の人が散歩したりお参りしたりする、そういった場所です。でもここの建物はかなり古くて歴史がありますよ。ここには子供たちの自転車があります。ここで遊んでいるんでしょうか。日本のお寺は人々の憩いの場になっていますね。つまりリラックスする場所にもなっています。僕もリラックスした顔の自分を撮影しました。ちなみに幼稚園も同じ場所にあります。お寺とね、幼稚園はよく同じ場所にあります。そして門を出るときはお辞儀をして出ます。お邪魔しました。ありがとうございました。そういう気持ちを込めます。
迷惑駐車はやめましょう、そうやって書いてありますね。ここには赤いコーンもたくさん置いてあります。ここはね、学校の出入り口なので車がいると危ないですからね。東京でも車を持っている人はいます。ただね、すんごく高いですよ。駐車場が高いです。3万円から高いと10万円ぐらいの場所もあります。銀座とか日本橋とかはすごく高いですよ。今日やってきたのは西小山という町です。ここは東急目黒線という電車の駅です。あまり有名ではない駅ですが、商店街もあって住みやすそうな町です。今日はここにおにぎりを食べに来ました。最近人気のおにぎり屋があるそうです。てかね、最近日本ではね、おにぎりブームが1年2年続いています。ここには松屋があります。牛丼チェーンの松屋です。松屋、吉野家、すき家、皆さんはどれが好きでしょうか。どれが好きだと思いますか。話がそれてしまいました。話を戻しましょう。おにぎりが人気です。たくさんのおにぎり店ができました。これはずっと続くのでしょうか。タピオカミルクティーのように美味しい店は残るんでしょうね。美味しい店は残っていく。この日は家でゆっくり過ごしました。ご飯を炊くのが好きではありません。めんどくさいです。でも炊きました。だいたいご飯は40分ぐらいかかりますよ。炊飯器を使えばね。東京の道は忙しいです。僕は今日は自転車に乗りますが、最近は自転車のルールが厳しくなりましたよ。自転車でいろいろなことを守らないと罰金を取られます。お金を取られます。危ないですからね。僕もヘルメットをかぶるようにしています。ヘルメットは絶対にかぶらなくてもいいんですよ。でも絶対かぶった方がいいですよね。ここに鳥居があります。門のようなものです。これがあると神社への入り口に近づいているということです。ここをまっすぐ歩くと神社があります。見えてきました。綺麗な緑もあっていい雰囲気の神社ですね。春の散歩は気持ちがいいな。あそこに猫がいる。猫と神社は合うな。僕は今紙を持っています。これはある書類です。自転車譲渡証明書というものです。これは自転車をあげる証明書です。これなぜかというと、僕はこの自転車を売ることにしたんです。長く一緒に乗った自転車ありがとう。だけどこれを売ります。その時に日本では証明書を書かなければいけません。私が持っていました、あなたにあげます。そういう証明書です。次はコンビニに行きます。セブンイレブンです。ここでゴミのチケットを買います。東京で大きなゴミを捨てるときはチケットが必要です。コンビニやお店で買うことができます。 A が6枚と B が3枚。そろそろお腹が減ってきました。ご飯ができてるかな。できてました。炊けてました。
ということで今日は1週間の生活をお見せしました。かかったお金も右下に書いたので、日本の生活の参考になるかなと思います。もしこのビデオが良かったら、ぜひぜひ別のビデオも見ていってくださいね。それではまた会いましょう。さよなら。